気をつけてください。入ってまいります水道が川越水道、右側が川越島でございます。この島も以前陸続きであったものが波の浸食で離れ島になっております。左側に見えておりますのが天然記念物天窓洞の西口でございます。左側奥深く続いております洞窟が源頼朝公が隠れ住んだという伝説のある鎌倉洞窟でございます。船はいよいよ天窓洞の中に入りますが、この洞窟は昭和10年8月文部省により天然記念物に指定され、天窓のある洞窟であることから天窓洞と名付けられました。また太陽光を受けて青く輝くことから青の洞窟とも呼ばれております。カメラをお持ちのお客様はどうぞご用意ください。左側の洞窟は西口からこちら側へと続いております。上をご覧ください。直径10メートルほどの天窓が口を開けております。何回かの落盤によって出来上がった天然の天窓です。洞窟の奥に見えておりますのが東口でございます。洞窟の中を通って波が打ち寄せ、浜を形作っております。天窓洞の上は公園のように整備されており、昭和29年には昭和天皇がお見えになり、女性の歌碑も建てられております。唐爪の母がこの道つわぶきはこの海の辺に花咲きにおう。お時間がありましたらお立ち寄りください。レストランウィンディ、伊豆最大級のお土産売り場などお楽しみいただけます。コーヒー無料サービスのおくつろぎコーナーなどもございますので、旅の思い出にぜひお立ち寄りください。